はいどうも、キスケです。今回は最新の限定 S ランクキャラクター、イロヒと初代限定 S ランクキャラクター、ナナリの相性が最高すぎるということで解説します。ついに実装された限定サポーターで、絶賛大注目のイロヒなんですが、マジでナナリとの相性が良くて、ちょっとこれは一本の動画にしたいなということで解説していきます。イロヒの解説はこちらの動画でぴっちりとやってますんでね。まだ見てない人はぜひご覧ください。イロヒやナナリに関して気になることがありましたらコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それではナナリの性能を簡単に見ていきましょう。ナナリはバイレールスキルや EX レール集結で強化状態に入って通常攻撃でダメージを出すメインアタッカーです。で、ナナリを強く使うための簡単なテクニックがあるんですけど、通常攻撃の4段目、このオラオララッシュの倍率が低くてあまり強くないんですよね。なので通常攻撃1段、2段、3段と発動したら、その後長押しして派生攻撃を発動しましょう。そうすれば倍率の低い4段目を発動することなく、高倍率の派生攻撃に自然とつなげることができます。強化状態には制限時間がありますから、この派生コンボを覚えて効率よくダメージを稼いでいきましょう。バイレールスキルを発動すると周囲の敵に霊能ダメージを与え、最大12秒間1台目の権限という強化モードに入ります。この1台目の権限状態中はナナリ自身のクリティカルダメージがプラス 30% されます。つまりナナリをサポートスキルで表に出した後は、まずバイレールスキルを発動してから通常攻撃でダメージを出すという感じです。EX レール集結は発動すると周囲の敵に霊能ダメージを与え、相棒を召喚します。この相棒はナナリの攻撃に連動して動いてくれて追加ダメージを与えてくれます。以上のことを踏まえて簡単なローテーションを解説するんですが、まずバイレールスキルで1台目の権限状態に入る。これでクリティカルダメージアップ。その後 EX レール集結を発動して相棒召喚。その後は強化状態が続く限り通常攻撃でダメージを出す。これだけです。バイレールスキル、集結、通常、この流れだけは覚えておきましょう。パッシブスキルでは異能連環の創生を強化。創生種が発射する創生火の数が10輪に増加し、発射間隔が1秒に短縮されます。創生種の攻撃数と攻撃スピードが跳ね上がるということですよね。これが本当に強い。攻撃スピードが上がるだけならそこまでなんですが、攻撃数も増えますからね。シンプルに創生の火力が跳ね上がります。もう一つのパッシブスキルは、1台目の権限状態中、チームの誰かが異能連環のダメージを1回与えるたびに、ナナリが追加攻撃を1回行い、対象の敵に攻撃力の 60% 分の霊異能ダメージを与えます。ちなみにこのスキルは通常攻撃のレベルを上げることで倍率が上がります。このスキルはローテーションで創生種を生成すれば自然と発動します。なのでナナリは通常攻撃の手数、集結で召喚する相棒の追加攻撃、創生の攻撃、パッシブスキルの攻撃と、とにかく手数の多いキャラクターだと分かりますよね。続いておすすめ小判を見ていきます。イロヒの最適はモチーフ小判の偽りの門が最適。時点で漆黒の青春妄想。時点で A ランク小判ひらめきデスゲームがおすすめ。偽りの門は攻撃力アップ。装備者が治療を行うとき、自身の与える霊異能ダメージプラス 30%、チーム内の他のキャラクターが与えるダメージプラス 15% と、イロヒの攻撃力を上げつつしっかりと味方をバフしてくれます。リキッドにサポート寄りの小判が少ないことから代用小判が少なめです。ナナリの最適はモチーフ小判のプリペア、時点で不屈の綿、時点で A ランク小判のオラオラがおすすめ。プリペアは攻撃力とクリティカル率アップ。さらにバイレールスキルまたは EX レール集結を使用すると、自身の通常攻撃と極限反撃の余ダメージプラス 30%。 そしてバイレールスキルと EX レール集結を使用した後に小判スキルを発動可能で、発動するとボスに対する余ダメージがプラス 20% されます。やはりモチーフ小判は圧倒的ですね。ただ復刻も来てないですし、持っていないとどうしようもないんで、そんな人は不屈の綿やオラオラで代用しましょう。イロヒのおすすめギアは音速ヘッジホックが最適。
2セット効果でチャージ効率プラス 12%、 4セット効果で装備者が EX レール集結を発動後、チーム全員の攻撃力プラス 15% されます。おすすめメインステータスは治療アップもしくは攻撃力パーセント、サブステータスは攻撃力パーセント、時点で攻撃力、時点でクリティカル率もしくはクリティカルダメージです。厳選難易度は低めです。ナナリのおすすめギアは森に住むホタルの心が最適。2セット効果で霊異能ダメージプラス 10%、 4セット効果で近くの敵が味方チームによる霊異能ダメージを受けるたびに装備者のクリティカルダメージプラス 8%、 最大7スタックです。おすすめメインステータスはクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点で霊異能ダメージ、時点で攻撃力パーセント、サブステータスはクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点で攻撃力パーセント、時点で汎用ダメージです。ここからはイロヒとナナリで組めるパーティーを見ていきましょう。イロヒ、ナナリ、主人公までは固定で、4枠目を誰にするかで差別化していきます。ジョエンを4枠目に採用すれば創生を最大限強化できます。ジョエンは創生種を追加で1つ生成してくれますし、生成上限を増加してくれます。創生パーティーの最適はジョエンですね。創生ダメージが別次元になります。ほとりを採用すると創生ダメージは下がってしまいますが、その分時間停止の集結でダメージを稼げます。挑むコンテンツで敵の弱点が光異能とか助演を持っていないとか、攻撃頻度が高い敵の動きを止めて楽に戦いたいみたいな時の選択肢になりますよね。ミントは助演やほとりを持っていない時の選択肢になります。ミントはパッシブスキルで創生の攻撃範囲を拡大してくれます。なので軌道外領域のような雑魚敵がたくさん出てくるステージで活躍します。助演やほとりを持っていなくてもイロヒとナナリの組み合わせは強く使えます。安心ですよね。それでは助演を採用した創生パーティーで実践の方をやっていきましょう。まずはイロヒでバフを巻いて異能連環の創生をガンガン発動していきます。イロヒから主人公、主人公から助演、助演から主人公、ここで即時連環を発動してナナリを表に出していきます。ここからはナナリの特段上ですね。バイレールスキルを発動してクリティカルダメージを上げてから EX レール集結、これで相棒召喚。あとは敵の攻撃を見極めながら通常攻撃でダメージを出していきます。いやー、このステージね、本当創生の攻撃が映えるでしょ。花火みたいですよね。で2周目のローテーションもすごく簡単で、連環値が溜まった状態で主人公に交代、これでまた創生を発動、主人公から即時連環でイロヒに交代、ここでバフをかけ直しながら創生をまた増やしていきます。イロヒの創生複製があるんで、2周目も十分な数創生種を生成することができてまとまったダメージを稼げると思います。あとはこれの繰り返し。連環値が溜まったら主人公に交代、主人公が即時連環を発動して霊異のキャラクターに交代、これで絶えず創生を増やしながらナナリが表でダメージを出すと、ほんとこれだけですね。いやー、ナナリ初めての限定 S ランクキャラクターにしてはちょっと息が長すぎだろうって思っちゃいますよね。ほとりを採用した創生パーティーも見ていきましょう。まずはほとりでバイレールスキル、その後はイロヒに交代して創生を複製、バフを巻きながら主人公に交代、即時連環でナナリを表に出す。基本的には立ち回りは変わりません。ほとりがバイレールスキルでスキルを記録するかしないかの違いぐらいですかね。あとはナナリが表で殴り続けて連環値が溜まったらほとりに交代、ほとりに交代したら EX レール集結で時間を停止していきます。これだけですね。このタイミング相手のため攻撃が発動するんですけど、それを時間停止で止めてガンガン削っていくっていう、なかなか理にかなった立ち回りですよね。しっかりとこの間も創生のダメージが発動し続けるんでめちゃくちゃ強いと思います。あとはこれの繰り返し。先ほどほとりが EX レール集結で時間を停止したと思うんですけど、そこまでが1周目のローテーションという感じです。
おとりのバイレールスキルの記録に関しては、敵の体力を見定めて使うか使わないかを決めてください。1周目は使った方がいいですね。例えば今の状況だともう残り少ないじゃないですか、敵の体力がね。このタイミングでスキルを記録しても特に意味はないので、このタイミングで EX レール集結、即打ちですよね。これでガンガン敵の体力を削ってとどめを刺していきます。ちょっと敵の姿が見えないんですけど、確かに切ってますね。これで終了です。いかがだったでしょうか。今回はイロヒとナナリの相性が良すぎるということで解説してみました。ナナリが実装してからそこそこ経ちましたが、まだまだ強くて安心しますよね。なんならイロヒが実装されて今が全盛期なんじゃないかと思えるほどです。早く復刻が欲しいところですよね。皆さんはイロヒとナナリの相性についてどう思いますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。